朝倉海 VS 森口恭司バンタム級タイトルマッチとして、これをメインイベントとして大会を作り上げます。ついにこのカードが決まって、僕自身すごい楽しみなんですけど、前回戦った時よりもさらに強くなってるんで、もう一発ぶっ倒してやろうと思ってます。前回、KO で負けたんで、今回はやり返したいなと思ってるんで、ぜひ見ててください。歴史的な一戦になると思うんで、ぜひ会場で見てください。俺がやんないと盛り上がんないでしょっていうのはありますよね。僕が引っ張っていくんで大丈夫ですよって。まあでも自分の方が引き出しはありますからね、はっきり言って。偉そうなことは言えないですけど、返り討ちでしょ。ひっくり返すところを見ててくださいっていう感じですかね。2016年リオデジャネイロオリンピックレスリング銀メダル。レスリングで数多くの実績を残し、この大晦日に MMA ファイターとしてデビューすることが決定しました太田忍選手です。今でこそこの銀メダルってすごい貴重なもんだなというふうに思いますけども、自分はオリンピックで金メダルを取るための練習をしてましたし、それだけの自信を持って試合に出てましたし、その中で銀メダルっていう結果は僕にとってはこんだけやっても銀なんだな。大学の監督と榊原さんと高田さんで会食があって、そこで MMA は興味ありますかっていうふうに聞かれて、興味はありますと。でも東京オリンピック目指してる人間に MMA やれってどういうことやと思ってたんですけど、でもゲスト解説とかを呼んでいただいたり、埼玉スーパーアリーナの2万ちょっと入る会場の中でたった2人だけが戦ってるリングをみんなが注目して、こんな華やかな舞台があるんだなっていう風な、見ていくうちにセンスがあるかわからないけどもやってみたいなっていう風な気持ちにはなってきました。去年世界チャンピオンになりましたし、僕の中では一区切りついたっていう、世界のトップを取ったっていう。超大型新人を相手にどんな戦いを見せるのか、所秀夫選手です。所秀夫です。43歳。大晦日は4年ぶりになります。勝つっていうのは当然なんですけど、残り何回経験できるかわからないので、誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら日々頑張りたいと思います。2005年なんですけど、アルバイトをしながら夜練習してっていう生活で、風呂なしアパートに住んでいたんですが、ご飯やっぱりコンビニ弁当が多かったですけど、ヒーローズに呼んでいただいてノゲーラ戦勝ったことによって、1日で生活もいろいろ全て変わりましたね。お客さんが喜ぶ試合をすればそれが声援につながって、本当に乗せられて試合をさせてもらったことが結構あります。総合格闘技っていうのは試合でもう全部人間性が出る競技だなって、もう素晴らしい競技だなと思います。ずっと中学2年みたいな試合だ。そうですね。次の試合もそういう中学2年生みたいな試合をしたいと思います。中学2年生だったらすぐ AV とかでいいですよ。あれですね。マジックミラー号。そうですね。監督がすごい好きなんで。最近どうですか？やっぱり最近そうですね。もう子供も大きくなってきてるので、全て捨てまして、太田選手はマジックミラー号なんて見ないですよね。
MMA やるんだったら MMA って決めないと、腹決めてやらないと勝てるわけがないと思ったので、甘い世界じゃないっていうふうには本当に痛感してますし、しんどいですよ。めちゃくちゃしんどいし、毎日どっか痛いし、怪我して治ったと思ったらどっか怪我するしみたいな。MMA とレスリングって全然距離が違うので、もちろんレスリングは打撃はないですし、テイクダウンしてからのサブミッションもないですし、そこの間っていうのは僕は強いかもしれないし、誰にも負けないっていう自信はありますけど、他の分野では全然本当に初心者なので、1日24時間じゃ足りないなって最近思ってます。できます。めっちゃすごいっすね。はい、びっくりしました。何がすごいですか？体の強さはピカイチですし、自分が上になった時とか要所要所の危機回避能力みたいなのも、今何狙われてるなみたいなのとか、めちゃめちゃ強くなる選手の MMA 始めたばっかりでも持ってるものみたいなのを思ってますよね。オリンピックのメダリストってやっぱり違うなって思いました。早かったなと思ったけど、坂道やっぱりまだ引っ張れるとこ引っ張れるよね。ありがとうございます。最年長か、この年だよ。これすごいですよ。43。もう一生期待していきたい感じは。いや、ぜひずっと青春でいきましょう。ありがとうございます。ぜひ、いろんな人と出会って、いろんな人と別れてみたいな。縦に置けとそのまま回る。そうです。格闘技があったからこそジムがありますし、もう本当に格闘技があったからこそ今の奥さんとも知り合えて、で子供もいてっていう格闘技に感謝しています。もう4歳なので、将来の記憶にも間違いなく残る試合になると思うので、パパも頑張ってたんだよってとこ見せたいですよね。ヒーローズで戦うフリーターとして出てきて、ずっと本当にファンって言ったら言い方おかしいですけど、その選手が僕のデビュー戦逆にやってやろうっていう気持ちになりました。所選手と僕が対戦して、勝てば MMA ファイターとしてのそれなりの評価は得ることができると思ってますし、これからの太田忍が、MMA ファイターとして戦っていけるかっていうのを試されるような試合ではないかなというふうに思ってます。やっぱり好きっていうのが一番大きいですよね。ジムに行くのも好きですし、練習仲間とご飯行くのも好きですし、飲んだりするのも好きですし。宮下智也さんって、総合格闘家で練習仲間だったんですけど、9年前なのかな、大晦日、そうですね、亡くなりまして、その日も自分の試合を見て、であれですよね、いろいろありました。すいません、喋ってるとなんかダメですね。宮下さんもそうですけど、いろんな人と出会えてよかったですね。今日もありがとうございました。本当に格闘技最高ですね。
太田選手に、総合格闘技、続けてほしい。めちゃくちゃ続けてほしいです。ライジンを引っ張る選手に間違いなくなると思いますし、ああいう堀口選手とか朝倉海選手とやるような選手になってくれると思ってます。やるからには UFC でのチャンピオンを目指して、日本で経験を積んで世界のトップっていうのを目指してみたいなっていう気持ちにはなってます。シラフなんです全員が全員口を揃えて言うのは、やっぱりこの大きい怪我をして1年後の復帰で、まあ突然タイトルマッチっていうか、いきなりタイトルマッチで、みんなやっぱりそんなうまくいかないでしょっていうところを、やっぱりひっくり返すところを見ててくださいっていう感じですかね。俺がやんないと盛り上がんないでしょっていうのはありますよね。はい。自分が怪我してしまって、そのライジン20に出れないことになってしまいました。本当にすいません。膝の十字靭帯を切って、それのくっつける手術をしましたね。はい。早い人は結構半年とか普通に復帰とかしちゃうみたいな感じで言われてましたけど、まあ自分は大事を取って1年ぐらい様子見ましたね。はい。ストレッチ徐々に2ヶ月とかやってって、本当に軽い自重での筋トレから始めて、でどんどんスクワットとか強度を上げてってやってきましたね。4、5ヶ月でそんくらい。くっつけた腱がやっぱり早く動かしすぎちゃうとまた切れやすくなっちゃうみたいで、夏ぐらいですから本当に本格的に始められたのが本当に最近ですよね。みんなもう戻ってるねっていうのは言ってますよね。Everything in his power to make his body as strong and as fast and as ready as possible for the show New Year's Eve. We have one more suit. 格闘技人生の中、5歳から空手始めて、こんなに休むことってそんなになかったので、どこかちょっと痛くてもずっとやってたので、まあいい機会でしたよね。この怪我をしたら選手生命が終わるとか、そういうことをすごい言われてたんですけど、逆に楽しみになりましたね。いや俺がじゃあやってやるよみたいな。えぐいっすね。えぐいですよ。この1年半でボクシング技術が一番向上しましたね。多分いろいろやっぱり強くなりましたけど。自分のボクシング力を過信しすぎたのが敗因ですね。
総格闘技じゃなくボクシングの試合をしていた。マネル・キープってボクシング上手いのにそこで戦う必要ないでしょっていう。僕だったら寝技に持ってきますよね。本当にベストを尽くしてきた、つもりだったんですけど、負けて考えてみると過信していた部分があったのかなと。負けるってこんな悔しいんだなって。やっぱりまだ足りない部分にすごいあったっていうのに気づいて、打撃だけにこだわらずに。フィジカル今すごいことになってるみたいですね。いや、やりまくってますよ。もちろんパワーもすごいつきましたし、あの時よりもさらに強くなってますね。本当は去年の大晦日に撮りたかったんですけど、皆さんお待たせしました。多分みんなが見たいカードって僕と堀口選手の試合だと思うんで。この間の試合もね、ボディ打ちしっかりでちょっと効かしたりしましたから、まあセンスも才能も全部含めて、まあ努力もすごいしてますから。思うように当たると面白いでしょ。面白いですね。顔の位置とかもすごいなんかここにいたら当たらないから普通に分かる。ボクシングにちょっと踏み込めた感じがして。いいね。ああ、こういう感覚だねみたいな。そう、ケイ。慢心っていうよりはやっぱり自分のコンディションが良くなかったので、まあ早く終わらせないと2ラウンド目までは持たない、1ラウンドで決めないと自分の体は持たないと思ったから、バンバン無理にも詰めてったって感じですね。早くっていう、まあ自分の焦りですよね。まあでもまあ負けてるんで実力差は向こうの方があったっていうことですよね。はい。やっぱりボクシング技術が上がってるなっていう、まあ成長してると思いますし、相手を冷静に見られる目がついたかなとは思ってますよ。まあこういう動きをされるとちょっと弱いのかなとかありますよね、やっぱり。まあそうですね。はい。まあでも自分の方が引き出しはありますからね、はっきり言って。スタイル変えろって言われたら自分はスタイル変えられるだけの練習量もあるし。Been known for his, lightning fast, powerful punching power. But his grappling is world class. His mix things up and shoot a variety of attacks at his opponent. But it's not something that I would want to go into detail with. 堀口選手ってそんな戦い方変わんないじゃないですか。入り方、ステップっていうのは変えられないし、そこが強みなんで堀口選手の。そこを変えてくることになったら弱くなるんですか。レスリングも合わせてミックスして戦うっていうことに希望を抱いてると思うんですけど、弟の腰がめちゃめちゃ強いんで結構消耗しちゃうと思いますね。そこで堀口選手がカウンター待ちになると思いますね。自分の入り込みに合わせられてるんで、そのトラウマがずっとあると思うんですよね、対面した時に。だからなかなか入れないんじゃないかなと思いますよね。カウンター待ちの堀口選手に対して、甲斐が詰めていって、でそこで打ち合いになると思うんですよ。意外にそんなに面白い試合じゃなくなる気がしますね。堀口選手に勝ってほしいんですけど、なるほど。僕の予想は朝倉選手1ラウンドか2ラウンド KO 勝ちじゃないですか。いくらやっぱり全然気にしてないって言ってても、恐怖心って絶対にあると思うんで、無意識レベルで、あの時は思いっきり踏み込んだら合わせられたんで、コンマ何秒か踏み込みを遅れるって可能性は全然ありますよ。希望としては堀口選手勝ってほしい、予想も今までの膝の状態だったら堀口選手、
どこまでこう元のスタイルに戻せてるのかっていうのがね、ちょっとどれぐらい残ってるんですか、まだ見せてないこの解放力対策みたいな。右のカウンターしか見せてないですね、まだ4個か5個ぐらいあるんじゃないですか、まだそのうちの1個しか出してないですね。まあ勝手に言ってろって思ってましたね。はい、お前は俺じゃねえんだってはい、自分の頑張ってる姿を見せて、自分も諦めないぞとか自分も頑張るぞっていう思いにさせたいなと。自分のモチベーションはいつも周りの人に喜んでもらいたい。もちろん勝って自分も嬉しいですけど、やっぱりその嬉しいのって本当一瞬で、勝った後その親だったりとかの笑顔を見るのが好きで。宝物なのかな、俺のね。多分俺より有名になると思う。そんなことないじゃないですか。いやいやいや、やっぱそれがないと人生つまんないんじゃないかなと思ってるんで。俺もまた次頑張るから。泣かないでください。泣かないでください。ファンだったり親だったりみんなの笑顔を見たいなって感じですかね。甲斐君、長い間待たせてしまって本当すいません。しっかり借りを返すんで待っててください。いや、やられないよっていう返り討ちでしょ。今までその堀口選手が日本の格闘技引っ張ってきましたけど、なんかその日本の格闘技を引っ張っていく自覚もあるんで、僕がだからもうね、ここから僕に任せてほしいっていう感じですけどね。小さい頃散々ね、お目当てができたからプレゼントということで。泣いてますチャンピオンとしてやっぱりその世界的にもね認められる団体にしていくのが僕の仕事なのかなっていう。日本の格闘技を盛り上げて、そのままその日本のファンを連れて世界に乗り込むじゃないですけど。ライジンのベルト取ったら自分返上したベラトールのベルトがあるんで、それもしっかり取り戻さないとなっていうのがあるので、日本ができる最高のカードだと思ってます、自分でも。大晦日なんで格闘技を盛り上げるために出場することを決めました。狂気的な自分に戻ろうかなっていうか、喧嘩の頃の喧嘩はそんな強くないのかなって感じしますね。生贄は生贄なりに噛みつき返したいなと思っています。たまには喧嘩させてください。お願いします。最高の舞台で、最高の相手と最高の作品を作れるように頑張りますので。いや、久しぶりに楽しみっていうか、みゆさん絶対強いんで、浜崎選手とできるってことが一つの目標だったから、やっとここまで来たんだ、ベルト取りに行きます次に行くにはやっぱり圧勝しなきゃいけない相手、バチバチなやっぱ試合がしたいですねド M です。マウント取って記事で公言してやろうと思います。お前は5号の大だけの試合なのか。ずっと自分は天才だなっていつも思ってて、強いやつはどんなルールでやっても強いんですよ。勘違いしたやつにはね、痛い目に遭ってもらって、公開処刑にしてやろうと思ってますよ。